皆さんこんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日は第2弾視聴者問い合わせ企画ですね。最近の動画でコメント欄でよく増量期について動画を撮ってほしいっていう声があったので、今日は急遽予定を変更してこちらを先に撮っています。はい。今日の構成としては、前編後編で内容を分けて話していこうかなというふうに思います。前編が増量期で、気をつけなきゃいけないことについて話していきます。で、後編については、もともと体が細くてガリガリで、なかなか筋肉も脂肪、体重も増えていかない人、なかなか体を大きくできない人向けに動画を撮っていこうと思うので、今日の構成としてはそういう形で撮っていきます。はい。まず、増量期ですね。増量の一番の目的は、筋肉をつけること。筋肉を大きくすることが、皆さん増量期の目的だと思うんですね。で、コメント欄でいくつかコメントいただいたんですけれども、増量期のカロリーを教えてくださいっていう聞き方をされてたんですね。で、カロリーってなると結構難しいんですよ。僕が今身長180の83キロぐらいですかね。で、全く同じ身長体重の人でも、その人によって一日の活動消費違いますよね。デスクワークで一日座ってる人なのか、肉体労働でほぼ動き回ってる人なのか。当然、同じ身長体重であっても、体脂肪率も違うんで、筋肉量が違うわけですよね。そうなってくると、基礎代謝量も変わってきます。なので、仮に僕が身長180、体重83キロ。で、今増量期で4000キロカロリーで増量してますよって言ったところで参考にならないんですよね。なのでカロリーベースで話していくっていうよりかは、増量期で気をつけなきゃいけない部分と目安を今日は話していきたいなというふうに思っています。増量期、やっぱり普段よりも食べていかなきゃいけない。体を大きくするために、しっかりと栄養を入れていかなきゃいけないっていうところになってくるんですが、僕の場合、質問でもあったんですよ。クリーンでやった方がいいのか、ダーティーでやった方がいいのか。いろいろ意見があると思いますが、僕の場合は基準があって、体脂肪率が15%、もしくは16%、人によっては15、6%ぐらいまでをマックスの基準にして、それ以下の体脂肪で増量していくことを僕はお勧めします。これなんでかっていうと、アメリカの論文でも言われてるんですが、体脂肪率があまりにも高くなっていくと、テストステロン値、男性ホルモンの分泌が低くなっていくんですね。やっぱり脂肪量がどんどん増えていって、例えば15%、16%以上になってくると、テストステロン値下がってきます。なので、理想としては15%、16% ぐらいをマックスに体脂肪率をキープした状態で増量していくことが僕は理想かなというふうに思っています。で、逆に言うと体脂肪が10% 以下になってくると逆にテストステロン値ってまた下がってきちゃうんですよ。なので僕が思うには12%から15、6%このぐらいが一番バランスがいいのかなっていうふうに思います。しっかり栄養もとって食べれてるし、トレーニングもパワフルにできるんで、12から15%ぐらいを目安に増量していくのが僕はいいかなというふうに思います。で、次に15% 以上、例えば18%とか20%近くになってくると、かなり脂肪の層が厚くなってくるんですね。そうすると皆さんご存知の通り、その可動域の問題が出てきます。肉がプラスついてるんで、プル系の種目で例えば引いた時に、肉が邪魔になって引ききれないみたいな可動域が狭まってしまう現象が起きてくるんですね。そうなってやっぱりトレーニングの効果っていうものもちょっと下がってきてしまうので、やっぱり体脂肪率は15、6%ぐらいをマックスに考えてやった方がいいのかなって。見た目で言うと、若干力入れると腹筋がうっすら見えるかな。だから当然脂肪は乗ってる状態ですね。脂肪はちょっと乗ってるんだけど、腹筋はうっすら見えてるかなっていう状態で増量していった方がいいんじゃないかなというふうに僕は思います。結構クリーンな食事で脂肪を乗っけずに増量してる人って今若い人たち多いと思うんですよね。で、フィットネスインフルエンサーの方とかももう一年中腹筋がもうバキバキ見えてる状態でずっと過ごしてる
方がすごく多く見受けられるんですが、筋肥大っていうことを考えると、僕はちょっと非効率なのかなって、それぐらい、例えばそれぐらい腹筋が見えてるってなると、もう10%とかぐらい、10%以下になってくるんですね。腹筋がもうバキバキ見えてるっていう状態っていうと。その状態だと、どういう状態かっていうと、カロリーの余剰分があんまりない状態なんですよね、普段の食事から。だから、余剰分がこう皮下の脂肪となってこうついていくので、余剰分がないっていうことは、毎日取った食事が、そのトレーニングや日常生活で全て消費されてしまっている。ってなると、それって筋肥大を起こすための十分な摂取カロリーって取れてるのかなって僕は疑問に思うんで、一年中腹筋バキバキで、やっぱりそれの方が見た目いいですし、顔もスッキリしてるし、ね、服脱いだ時もかっこいいし、いいんですけど、やっぱり増量期っていうのは、ある程度余剰分のカロリーも取りながら体を大きくしていく。体を大きくすることを最大効率化させるためには、やっぱり余剰分のカロリーっていうのは、取りながらトレーニングしていく必要があるかなっていうふうに思うので、僕はあんまりその腹筋がバキバキの状態でクリーンに食べてクリーンに増量していくっていうのはちょっと非効率。それでも増量できると思います。でも増量幅っていうか、その筋肉がこうついていくスピードは僕は若干遅めなんじゃないかなっていうふうに思います。なので僕の増量期はそこまで食事はストリクトじゃないです。そこまでもうガチガチに鶏胸、ブロッコリー、ライスで量を単純に増やして増量していくみたいな感じじゃなくて、ある程度好きなものは食べて、まあある程度はですよ。ある程度のレベルではですけど、その毎回外食で揚げ物ばっか食べるみたいな生活はしてないです。例えば週に1回とか、それぐらいの頻度にはなってくると思うんですけど、ある程度気にせず食べていて、気をつけなきゃいけないのは、やっぱりタンパク質量。自分に必要なタンパク質量を取れているか。あと、その余剰分のカロリーですね。オーバーカロリーでしっかり取れているか。自分のメンテナンスカロリーよりも若干多めのカロリーで取れているかどうかを気をつけてほしいなと思いますね。で、増量期の時にどれぐらいのペースでこう体重が増えていくのがいいのかっていうと、僕は2キロ、3キロ、1.3キロ、1月あたりですね。それぐらいでいいんじゃないかなっていうふうに思います。例えばそれが5キロとか1ヶ月で増えるようであれば、それは筋肉よりかは脂肪の方が多いんじゃないかなって割合的に思うので、そのペースですね。ペース的にはやっぱり2キロぐらい、2キロいっても3キロぐらいのペースでこう増量していく。で、体脂肪率も15、6% をうまくキープできてれば、増量はうまくいってるんじゃないかなっていうふうに思います。筋肉ってそんな簡単につかないんですよね。やっぱりある程度トレーニングをやってくると、1年で1キロ、2キロ増やすのが、やっとなレベルになってきます。このナチュラルボディビルダーの世界になってくると、そんなね、1年で5キロついたとかっていうのは、トレーニング始めたての段階では多分あると思います。そういうことはあり得るんですが、なかなかトレーニングある程度積んできて、ある程度な体になってると、まあ1年で1、2キロ増やせてたら素晴らしい方だと思うんで、それを考えると、一月に5キロとかって、どう考えても筋肉じゃないんですよね。水分量だったり、脂肪量がもっと多く割合を占めてると僕は思うので、ペースもやっぱり2キロぐらい、3キロ、人によってはそれぐらいで増量していくのがいいのかなっていうふうに思います。先ほども言ったんですけど、もう本当にダーティーしまくりで、体脂肪率も18% ぐらいまで上がってもうブヨブヨの状態。でも当然そのパワフルにトレーニングできてるかもしれないんですが、それって筋肉で増えてるのってちょっと疑問なんですよね。脂肪量もかなり増えた状態で体重が増えてるって形になるので、それは例えばボディービルとかやられてる方からすると、ね、当然絞っていかなきゃいけないので、大会に向けては。ってなってくると減量期間も多く取らなきゃいけないし、もっとハードに減量していかなくちゃいけなくなってしまうので、なんか無駄なものを無駄につけるよりかは、ある程度のラインで留めておいて、筋肥大が最大化できるレベル、最大化できる範囲でのカロリー、摂取量、増量ペースっていうのを守ってやっていった方が、
減量に入った時のことも考えても、そちらの方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。